終わった。4週目にして早速これです。おはようございます。三日坊主の私が朝活の習慣化に挑戦中です。気合を捨てたら先週まではなんとか続いていたんですけど、しょうがないじゃない。人間だもの。さて、今週も続くかな。1日目、朝活といってもやっていることはびっくりするほど地味です。コーヒーを入れて机に向かって画面を開く。以上、映像的な華やかさは限りなくゼロ。それでもこの時間が一番進むんですよ。なぜか。多分朝の自分ってまだ何も嫌になってないんですよね。一日のめんどくささをまだ一件も浴びていない。昼の自分はもう6万件ぐらい浴びている。夜の自分は数えるのをやめている。だから一番無防備な時間に一番面倒なことを置いておく。最近はそれだけで回っています。出社の時間までひたすらこれです。まあこの調子で夜も机に向かえるかまた別の話なんですけど、朝活を終えて会社頑張っていきたいと思います。仕事を終えて帰宅。今日の夕飯はカレーを作ります。それはこちら、ジャオカレーです。玉ねぎを切って炒めて肉を入れて煮てルーを溶かす。手順が完全に決まっている料理っていいですよね。何も考えなくていい。迷う場所が一個もない。一日の終わりに判断することが一個もないって結構な贅沢です。で、どうせ作るので鍋一杯2日分。めんどくさがりの自分が唯一まともに働くのは明日もこれを作るという未来を回避したい時なんですよ。今日の私、なかなかの働きです。うまい。文句なし。ご飯を食べたら夜活。今日は自己研鑽、アプリ開発の続きです。自分で作っておいてなんですが、現在の想定ユーザーは1人、僕です。それでも触っていると時間が解けるんですよね。うまくいかないところを直して、動いて、また壊れてまた直す。バグを1個潰すとなぜか2個増えてる。この世のお断りどうなってるんですかね。あと5分で終わるなと思っていたら、平気で1時間が経っています。誰にも頼まれていないし、締め切りもないし、やらなくても誰にも怒られない。それなのに平日のようにこれをやっている。なんでやってるんだろうと考えかけてやめました。考えると手が止まるので。その繰り返しをやっている間だけ明日のこととかこの先のこととか考えても答えの出ないやつが頭から消えてくれる。凡人には凡人の逃げ場があるということで、切りのいいところで切り上げて歯磨き、あとフロス。フロスって効果が出るのが何十年後かの世界らしいですよ。気の長い自己投資です。今日の自分には1円も還元されない。そのまま風呂へ。風呂を出たらスキンケア。塗り終わると脳が勝手に、はい、閉店って言ってくれる。スイッチとしてはなかなか優秀です。あとは寝るだけ。1日目終了。悪くない滑り出しです。おやすみなさい。はい、冒頭のあれ、ここです。2日目、朝活の時間丸ごとなくなってしまいました。アラームがかけたはずなんですが、止めた記憶が一切ないのに止まっている。犯人は、まあ僕なんですけど、昨日あんなに偉そうに朝が一番進むとか言っていた人間が、その翌朝、朝活を丸ごと消し飛ばしています。説得力の賞味期限が24時間。バタバタ準備して朝活ゼロのまま出社しました。午前中はずっと心のどっかで反省文を書いていました。まあ提出先はないんですけど。帰宅。正直今日は何も作りたくないです。朝あれだけやらかすと夜まで地味に効いてくるんですよね。と思って冷蔵庫を開いたら、いました。昨日のカレー。そうだった。昨日の私が2日分作っていた。温めるだけ。それ以上のことを今日の私に要求してこない。昨日の自分、本当にありがとう。今日の自分は正直何の役にも立っていません。しかも一晩置いたカレーってなんであんなにうまくなるんでしょうね。昨日の私の方が今日の私より優秀だったという悲しい証拠です。カレーは寝坊したことについて何も聞いてきません。ただうまい。それだけ。優しさの塊です。ご飯を食べたら夜活。正直今日はもう解散でいいか。という気持ちが何度かよぎりました。朝サボったし、カレーうまかったし、今週はもうなかったことにしようかなと。でも多分それをやると来週もなかったことにするんですよ。逆積み重ね。毎週何かをなかったことにする天才の私です。なので朝の分は諦めて夜だけはやることにしました。今日はひたすら勉強です。あと自分を磨く方の作業を淡々と。集中力はいつも7割くらい。まあゼロではない。昔の私はこういう時、今日はもう全部なしにしていたんです。一個崩れたら全部崩す。潔が良いようで、ただの逃げ。朝がダメでも夜があるって思えるようになったのは多分この4週間で一番マシになったところかもしれません。昨日のカレーに助けられて昨日の自分に借りを作った日です。まあ明日また寝坊したら全部台無しなんですけど、2日目終了。おやすみなさい。3日目、アラームより先に目が覚めました。時計を見て、まだ早い。昨日は全く同じ動作で、この世の終わりみたいな顔をしていたんですけど、1日で時計を見るのがこんなに怖くなくなるもんなんですね。昨日の負けを体が覚えていたんだと思います。
悔しさって意志より優秀です。明日は変わる。で動いた体。あと、一昨日の自分に借りがあるので、カレーの分。さっきから一昨日の自分だの、昨日の自分だの言ってますけど、全部同じ人間なんですよね。冷静に考えると。まあ他人ってことにしていた方が都合がいいんですよ。自分がサボったと思うと結構凹むんですけど、昨日のあいつがサボったと思えば今日の私はまだ無傷なので、そんなとんでも理論は置いておいて、今日は在宅なので朝方の時間もいつもより少し長めに取れます。コーヒーを入れて座って画面を開く。やることは一昨日と全く同じ。違うのは一日サボった後だということだけです。昨日できなかった分を取り返すつもりでやっていたら気づいたら修行の時間が迫っていました。昨日の自分に一言だけ寄せてください。見たか。まあ、届いてないんですけど。在宅の日のお昼は最近ハマっている蕎麦を食べます。蕎麦がめちゃくちゃうまいことに今更ながら気づいたわしです。蕎麦で軽めに済ませる。ちゃんと作ると午後の自分が確実に眠くなるので、いただきます。つるつると、そしてほのかな蕎麦の香り、つゆの味。うめえ。食べ終わったらそのままの流れで昼活。と言っても時間は限られているので、ほんの少しだけ、5分か10分進める程度です。正直これをやったところで劇的に何かが変わるとは思っていません。ただ今日はもう朝やったからいいやにしないでおくと夜の自分がなんとなく机に戻りやすくなる気がします。ということで午後も仕事頑張りましょう。仕事を終えて夜活。今日はがっつり行きます。まずは勉強を進めてそのままアプリ開発へ。昨日の分もまとめて今日は朝も昼も少しずつ触っているので、夜に座る頃には頭がもう続きからの状態になっていました。一日に何回か手をつけておくとこうなるらしいです。地味ですけど、多分これが今のところ一番効いています。で、やっているうちにふと思ったんですけど、これ誰にも頼まれてないんですよね。何回やれてしまう。やらなくても給料は変わらないし、当然のように明日も会社に行く。それでも平日の夜にこうやって画面と睨み合っている。おとといの夜は考えると手が止まるって逃げてましたけど、今日はちょっとだけ考えてみます。なんで続いているんだろうと。多分私、変わりたいから続けているわけじゃないんですよ。変わりたい気持ちだけでやっていた時期、正直全然持たなかったので、今続いているのは単純に進むのが面白いからだと思います。昨日分からなかったことが今日分かるようになっている。それだけのことなんですけど、これが想像以上に効く。自分が思っているより人間って進んでいる感覚に弱いのかもしれません。結果はまだ何も出ていません。アプリは完成していないし、勉強も成果と呼べるものは一個もない。でもその何も出ていない期間を割と面白がれている。その状態でいられるうちは多分そこそこ持ちます。いや、まだわからないですけどね。来週には忘れている可能性も全然あります。そして金曜日、課金です。今週転んで立ち上がった自分にご褒美をあげます。行き先は王将、餃子、冷やし中華、酢豚。はい、優勝。うまい。とにかくうまい。うまい。語彙力が消えるうまさ。焼けた皮のパリパリと中から出てくる肉汁。今は夏ということで、大葉餃子なるものがメニューに追加されていました。この大葉餃子のおかげで、今週の記憶が全部上書きされていきます。2日目に寝坊したことも今この瞬間だけは何も思い出せません。ご褒美って本来は頑張った人がもらうものだと思っていたんですけど、やめなかっただけでも十分偉い。そういうことにしてご飯を、餃子をもう一口いきます。うまい、うますぎる。と締めに入ろうとしたんですけど、そういえば今週もう一日ありました。編集の都合ではぐれていた動画です。会社から帰ってきたら夕飯を作りたいと思います。キャベツと鶏胸肉の蒸し野菜。切って並べて蒸すだけ。火加減も味付けも考えることが一個もない。あとはポン酢につけて食べるだけです。これがですね、手間の割にうますぎる。ちょっとだけミスったことといえば、鶏胸肉の下処理が甘かったので、ちょっと硬くなってしまった。でも歯ごたえがあってキャベツと合わせるといい感じの食感です。いやー、うまい。ご飯を食べたら夜活。この日は勉強を進めます。今週を振り返ると綺麗な1週間では全くなかったです。1日目は順調で2日目で普通に負けて3日目で慌てて取り返した。習慣になりましたとは今週も言えません。むしろ私の意志の良さはまだ現役バリバリでした。ただ寝坊した次の日にまた机に戻れたというのは事実です。続けるって一度も負けないことだと思っていたんですけど、もしかしたら負けた次の日にまた座れるかどうかの話なのかもしれません。くらいにしておきます。まだ言い切れないので、来週またやらかしているのか、意外とケロッと続いているのか、それは私にもわかりません。
よかったら来週も一緒に見届けてください。まあ無理のない範囲でぼちぼちやっていきたいと思います。それではまた来週日曜17時にお会いしましょう。来週も続くかな。おやすみなさい。